松田地獄、脱獄なるか。地獄とは宗教的静止観において複数の霊界のうち悪行をなした者の霊魂が死後に送られ罰を受けるとされる世界、厳しい責め苦を受けるとされる。そんな地獄の一種として車好の中で存在するとまことしやかに噂されているのが松田地獄である。一度松田車に乗ると次も松田車に買い替えざるを得ないといった状態のことを指す。なぜそんなことが起きるかというと、松田車はリセールバリューが低いとされているからである。鋭い方は当の昔にお気づきかと思うが、私が愛してやまなかったマツダ6はすでに売却済みである。そんな私が実体験をもとに松田地獄が一体どんなものであったかお伝えしたいと思う。まず私が乗っていたグレードだが、2021年式マツダ6セダンのクロス D プロアクティブだ。黒塗りのセダンに強い憧れがあったのだが、その中でも特にこだわったポイントはマニュアルトランスミッションという点だ。日本において 98% 以上がオートマと言われている中で、フルサイズのセダンでマニュアルをラインアップしていた変態的なところが私がマツダ好きである要因ともなっている。変態が作った車を変態が乗り、次の変態にいくらで売り渡すかが今回の動画になるわけだ。話を元に戻すと、まず私は一括査定に登録をした。するとすぐに5社ほどから入電があり、すぐに見に来た中古車屋が口々にこう言った。綺麗に乗られてますね。それはそうだ。なぜなら私は毎週末手洗い洗車をした上に固形ワックスまでかけていたのだから。さらに1年も乗っておらず、走行距離も1万キロ未満だったことがポイントだろうか。そんな私の愛車に最も高値をつけたのがネクステージだ。ネクステージの元社長はビッグモーターの幹部であったことからも2社の関係は深いと噂されており、正直高値をつけておいて実際の買取額が下がるなんてことがあるのではないかと疑心暗鬼であった。しかし結論は全くそんなことはなく、最初に提示されたままの金額で買い取ってくれたのである。私がどれだけこの車を愛していたか、親切な町医者のごとく聞いてくれたスタッフさんにまずは疑って悪かったと謝りたい。では一体その買取額がいくらであったかを発表したいと思う。290万円。もちろん購入価格は下回ったものの、個人的には十分満足のいく価格であった。そして話を一番最初に戻すと、決して地獄と呼べるほどの状況ではないと思う。むしろ美しく楽しい車を短い期間といえど所有できた私は幸せであった。車と紐づけるとなんだかあまり良くない気もするが、松田天国がそこには間違いなく存在したと思う。今日この頃である。ここまで動画に付き合ってくださった変態の皆様や、少しでも参考になったと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。